こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年6月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと6月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。オクトパストラベラー2、6月6日発売日初日からゲームパスに対応しました。2023年2月にスイッチや PS 向けにリリースされた今作がついに Xbox にも登場しました。2は前作との直接的なつながりはなく、ソリスティアと呼ばれる新部隊で新たな8人のキャラクターたちが冒険に出る壮大な王道ファンタジーを楽しむことができます。前作同様 HD2D の美麗なグラフィックで作られていつつも、より精細により演出は強化されていて、前作よりもパワーアップした映像で遊べるようになっています。戦闘面では単性コマンド RPG でありつつも、敵からのダメージや敵をブレイクすることによって使用が可能となる各キャラ固有の強力なアビリティ、底力が追加されている他にも、戦闘スピードを速くすることもでき、快適性が非常に向上しています。また、昼と夜の概念が新たに加わり、使用できるフィールドコマンドが変化したり、村では NPC のセリフなどが変わったりする要素が追加。さらに主人公同士の物語が交差するクロスストーリーという新要素も加えられています。あらゆる面で前作からパワーアップしたオクトラ2、私も早速遊び始めてます。また前作のオクトパストラベラーも6月6日からゲームパスに追加されています。2021年3月から2023年2月までの約2年間ゲームパスに対応していましたが、今回2とともに再び遊べるようになりました。2と比べてしまうと快適性は落ちますが、こちらもロールプレイ、コマンドブースト、ブレイクによる戦略性のあるバトルシステムが特徴の王道 RPG となっています。とてもボリュームのある大作なので、前回遊びきれなかった方も、まだ未プレイの方も、ぜひ1、2ともに触ってみてください。なお、オクトパストラベラーは1、2ともに2026年1月までの1年半の期間、ゲームパスに対応するとスクウェアエニックス公式サイトにて発表されています。リパーソナライゼーション、6月12日から PC ゲームパスに対応します。図書館に保管された物語の中から好きな世界を選んで探索することができる RPG。探索は選択肢やダイスロールによる判定結果などで進んでいき、複数の分岐ルートやエンディングが存在するとのことです。キャラクターの職業やステータス、外見などは自由にカスタマイズすることが可能となっています。カリストプロトコル、6月13日から海外のみでゲームパスに対応します。デッドスペースの制作者によって作られたサバイバルホラーゲームです。国内ではグロすぎて発売中止となったタイトルですが、日本語には対応しています。私は発売当時に購入してクリア済みで、いいところもありますが、全体を通して最高とは言い難く、不満点も目立つ作品でした。パッと見の印象や UI などはすごくデッドスペースに似ていますが、ゲーム性はというと非なるもので、遠距離武器をメインに TPS 戦闘を楽しめたデッドスペースとは違い、今作では近接武器による打撃戦がメインとなっています。異形の不気味なクリーチャーたちをドンキでぐっちゃぐちゃのめっちゃくちゃにオーダーしていきます。難点としては、少ないアイテム所持数に対して換金アイテム、弾薬、回復などを全て同じ所持画面で管理する必要があり、アイテム倉庫も存在していないため、常にアイテム管理に追われ続けます。デッドスペースのような敵を倒す爽快感はありませんが、黒いゲームを遊びたいという方にはおすすめです。なお、Xbox では地域設定を北米などの海外に変更すれば、アカウントを変更することなく、海外で配信されているゲームパスタイトルを遊ぶことが可能です。地域の変更は公式に規約上は問題ないと明言されていますが、推奨はされていませんので、変更して遊ばれる方は自己責任でお願いいたします。イゾンツォ、6月13日からゲームパスに対応します。最大40人のオンライン対戦を楽しむことができる FPS ゲームです。1915年よりイタリア軍とオーストリア軍の間で勃発したイゾンツォの戦いを再現していて、山岳戦から市街戦に至るまで当時の30種類以上の銃や鉄線や土のうの設置による陣地作り、致命的な毒ガス攻撃などを用いて戦うことができます。
スティル・ウェイクス・ザ・ディープ6月18日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。北海に浮かぶ石油掘削施設を舞台にした一人称視点のサバイバルホラーアクションゲームです。凍てつく寒さの中で何らかの奇怪な災害が発生し、施設は大破。通信回線は全滅してしまい、脱出方法も皆無という状況下で、プレイヤーは生き残った作業員たちと協力しながら未知の恐怖から逃げ延びるというゲームとなっています。本作では武器や特別な能力などは存在せず、自身の知恵と決断を頼りに脱出を試みる必要があるような作りとなっています。戦闘の要素はなく、逃げたり隠れたりなどの手段しかないということですね。本作における恐怖のバリエーションとしては、高さや深さ、暗さ、孤独、狭さ、大事な人の死などがポイントとなっているとのことです。未知の恐怖とは一体何なのか、この夏にぴったりなホラーゲームとなりそうですね。ここからは6月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ブランブル・ザ・マウンテンキング。追加から1年で終了となります。少年王子としてさらわれた姉を救い出すため、ダークなクリーチャーや底知れぬ狂気が立ち込める世界を冒険していくホラーアドベンチャーゲームです。世界観やストーリーは北欧神話から影響を受けていて、綺麗でありつつも残酷な表現が多数含まれるダークなテイスト満載なゲームとなっています。まるでおとぎ話のような作品でありながら、コア表現になかなか力が入っているのが特徴ですね。ゲーム性の方はジャンプやダッシュを活用して進めていくシンプルなシステムで、リトルナイトメアに近いような作りです。実績の方には一度もゲームオーバーにならずにクリアするというものがあり、私はそちらのみ未達成のままですが、クリアまで5時間ほどとかなりコンパクトなボリュームで、今からでもサクッと楽しめる作品なのでおすすめです。ルーンファクトリー4スペシャル。こちらも追加から1年で終了となります。マーベラスから2021年にリリースされたやり込み要素満載のほのぼの RPG。もともとは2012年に任天堂 3DS で発売されたオリジナル版のリメイクとなっていて、農業や牧畜などを楽しめる牧場物語の要素とアクション RPG の要素を組み合わせたような作品です。戦闘面では剣や槍、杖といった様々な武器や魔法を使って攻略していくことが可能で、街の住人を誘ったりモンスターを仲間にしてダンジョン攻略を目指していきます。また主人公は男性女性の選択が可能で、将来のお嫁さんお婿さん候補となる住人たちとの触れ合いが楽しめるのも魅力となっています。また今作はマーベラス作品のゲームパス初参入タイトルでもありました。ルンファク4が1年間で外れるため、昨年6月後半にゲームパスに追加された牧場物語も6月末で終了となる可能性があるかなと思います。ハイオンライフ追加から1年半で終了となります。コミカルな喋る銃を武器に異星人と戦っていく FPS ゲーム。人類を奴隷にしようと企てるエイリアンたちに対し、主人公は喋る銃と共にそれを阻止するため立ち上がります。喋る銃には複数の種類があり、ステージで手に入れたアップグレードを使用し強化できる要素もあります。本作残念ながら全機種で日本語には未対応なのですが、とても完成度の高いアクション FPS ゲームとなっていて、ジャンプや空中でのホバリング、グラップリングなどを駆使した爽快なアクションと、キモ可愛い見た目の個性的すぎる武器たちを使った戦闘は触っていて非常に気持ちがいいです。弾薬は無限でどんどんと撃ちまくることができますし、敵がエイリアンということもあって大きな目玉にナイフをぶっ刺したり内臓が飛び出してしまっている場面があるなど、なかなか激しいゴア表現を楽しむこともできます。各ボスとの戦闘も凝っていて素晴らしいですね。日本語未対応な点だけが唯一にして最大の欠点ですが、英語でも遊びたいという方にはめちゃくちゃおすすめの作品です。私はクリアまで8時間でした。あとラスボスの倒し方がすごい衝撃的です。他にもアドベンチャーゲームのザ・ブックウォーカーと宇宙を舞台にした協力型ローグライクゲームスペースラインズフロムザ・ファーアウトが終了となります。ハイオンライフ以外のタイトルは全て日本語に対応しています。
ということで、今回は2024年6月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、6月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。